よいしょ。よいしょ、待たせ。ババンババンバンバン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 。たまちゃんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分くらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はように、にゃんこにシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。いっちゃうのか？で、今画面に収まっておりますのがチャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことを、詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、今日は珍しくたまちゃんがね、甘えてきてるね。膝の上にいるのね。でね、膝の上からどけても椅子の上に乗っちゃうのね。ずっとここにいるのね。なんかさっきからね、珍しくいるのでね、今日はたまちゃんと一緒に、映っておりませんが、お届けしておりますよ。かわいいな、たまちゃんな、ちっちゃいな、サラサラだね。ふわふわだね。かわいいね。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。たけし、ジャスティース。みんないるけどな。たまちゃん、ぐーた、ぐーちゃんな。で、ゆりたんとまちゃんは今お水を飲んでおりますよ。今日は塩入りのさゆ
朝沸かしたお湯がまだ残ってるのでね、今日は野菜スープをさ、鍋いっぱいにさ、作ったわけよね。で、それを飲んだんで、水分的にはね、十分足りてたんで、朝沸かしたお湯がね、残ってたんでね、今日は、塩入りのさやでございますよ。ゆりたんはまた、こたつの中に入るのかな。どうぞ。ねえ、さっきすっげえ騒いでたからさ、何事かなと思って、どうしたのかなと思って、うんちがね、なんか昼間出ないみたいで騒いでたんだけど、結局まだ出ないでね、すっきりしないんだなって思ったんだけど、それもようやく出たっぽかったから、よかったねと思って、これで落ち着くかなと思いきや、まだ騒いでから、何事だろうなって思ったけど、別に普通に何事もなく、また今度はこたつの中で寝てるからね。何事もないならいいけど、もう何だったんだろうっていうぐらいね、大騒ぎでございましたね、今日はね。肩も最近なんかね、泣くようになったよな。よきにさん、藤子さん、皆さん、ジャスティス。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。よしさん、ジャスティス。編み物上手ですね。そうでもないよ。そうでもないんだよね。ぴょんさん、ジャスティス、土曜日はギンギラギンの、ギンギラギンの、ギンギラギンの、銀の、銀曜日っていうことが。違う、土曜日だ。土曜日だった今日はね、間違えた。金曜日じゃないよな。そういえば今日、新滑祭だったとね、もうすっかり忘れてたよな、そんなことな。そっか、新滑祭かと思って、なんか近くの神社に行って、ね、世界が平和でありますようにってね、みんなでお祈りしましょう、天皇と一緒にね、みたいな日だったんだけどね、もうすっかり忘れてたな。そっか、今日だったかと思ってね。まだ先だと思ってたのに、もうその日を迎えたのかと。じゃあもう今日以降はね、大腕を振って、新米食べていいんだっていうね、日だったな。で、当時の日まで日本の、力が弱くなるらしいんだよね。天皇家がアマテラス系なのかな。で、そのほら、冬の日が短い時っていうのは、そのアマテラスだからさ、あの、日本が弱くなる、時間っていうか季節らしいんだよね。だから天皇サポートしましょうっていうので、冬至までの間、神社でね、氏神様でいいと思うんだけどね。日本が平和でありますようにとね、お祈りしましょうみたいなこと言ってたなっていうのをね、さっき思い出した。さっき思い出した。で、あとはなんだっけ、そう、今日ね、天城府届きました。ありがとうございました。ちょうどね、今日さ、朝お客さん来るの早い日だったんだよね。それでだからといってさ、7時過ぎないとちょっと掃除機かけたりとかはあれだからと思って、ね、で、7時になるの待ってから掃除機かけて洗濯屋回してて、忙しいよ、8時に来ちゃうよ、みたいな感じだったのにさ、朝早いっつってんのにさ、またさらに最近お客さん早く来ること多いんだけどさ、30分早く来てさ、いや、さすがにちょっと無理と思って。ごめんなさい、ちょっと間に合わないわって言ってね、お断りして、時間通りね、来てもらったんだけど、その時はまだ何にもなかったんだよね。何にもなくって、で、午前中にって思ってね、とりあえず落ち着いたよ、みたいになって。でね、今日はコーヒーの音も作ってないからさ、なんかちょっとお腹空いたかも、なんか買いに行こっかな、みたいな感じで、スーパーにでも行こっかな、とりあえず農協行くかな、みたいな感じで、で、農協が始まるのが、8時半以降だからね、何時ぐらいかな、10時ぐらいに
外出たかなと思うんだけどさ、玄関に天城風届いててさ、ああと思って。ああと思ってね、なんか届いてるよと思って、ちょうどお腹が空いてたけど、この中に食べられるものがあったら、それ食べちゃえばいいかと思ってさ、いいかと思って。で、開けたらね、全部ブレッドが入っててさ、全部ブレッド来たと思ってね、気になってたからさ、いや、嬉しいよと思って、ね、で、ココア味のもあって、ココア味のどうしようかな。ね、ここでライブの時にね、開けようかなと思ったけど、いや、なんか今食べちゃいたいなってお腹空いてっからね、思って、んでね、ココアブレッドを開けてみたんだよね。で、黄エンドウ豆で作られてんだよな。なんだけど、もうほんとね、ほんと、ふわふわのパンなんだよね。もう普通にパンっていうのかな。まあ、普通のパンよりは柔らかいかなみたいなね。なんだろう。膨らますのを意識している食べ物だねっていう感じはするんだけど、でもね、その米粉のパンとか自分が作ったのとかに比べたらもう全然ね、美味しく食べれるね。普通のパン、柔らかいかなって感じはするけど、普通のパンで、何これっていうね、感じだった。ね、だから、思ってた以上に美味しいよと思ってさ。なんかベースブレッドっていうのがどうもさ、流行ってるっぽいじゃんか。私全然それ知らなかったんだけど。でね、最近はまあコンビニとかでも売られてたみたいだけど、さらにはね、なんかスーパーとかでも置かれるようになったのかなっていう感じのさ、そのベースブレッドっていうのがあるけど、あれさ、なんか見た目に全然美味しそうに見えないわけよね。すっげえパッサパサな感じがして、で、まあ、そういうのに近いのかしらね、なんてさ、なんとなくイメージしてたからさ、ね、気になってたんだけど、もう多分、その全部ブレッドじゃない、ベースブレッドも食べたことないから、まあ、なんとも言えないんだけど、おそらくそれよりね、美味しいんじゃないのかなと思うんだよね。柔らかくてふわふわだったんでね。なんかベースブレッドってなんか硬そうでパッサパサな見た目してるからさ、なんか多分それより美味しいんじゃないのかなと思って。でね、パンだからあんまり備蓄には向かないんだろうけど、賞味期限いつだと思ったら結構長いんだよね。なんか1月まで持つから、なんだ、2ヶ月ぐらいだから多少ね、備蓄っていうのをローリングストックでね、できるやつなんだね、なんて思って、ね、だからこんだけ美味しいパンが備蓄できるんだったらいいわよね、と思ってさ、備蓄用のパン、私あんまり好きじゃないというか、あれ美味しいと思ったことがね、ないんだよね。まあ今いろいろ出てるみたいだから、種類によっては美味しいやつももしかしたらあんのかもしんないんだけど、なんか美味しいから備蓄してあっても食べちゃうからみたいな話を聞くんだけど、あれ全然美味しいと思わなくて、ね、だからパンの備蓄は無理だろうっていうふうに思ってたんだけど、まあ2ヶ月ぐらいだけどね、持つのはね、そうは言っても。でもこれがね、備蓄できるんだったらいいんじゃないのみたいなね。なんかほんと普通のパンでした。そんなでございましたね。で、あとは今日はうちの中にずっといたぞ。話のネタはもう終わった。終わりました。で、あとは何の話をしたらいいかな。なんか、そう、今日見た YouTube はね、なんかね、娘がベランダで、投資するのをね、なんだっけ、見て見ぬふりしたとかっていう動画を、
見てた。お気に入りさん、置き配はステルスですね。ね、そんな突然あったから、あれ、さっきなかったのに、なんだ、いつの間に来たんだろう、全然気づかなかったと思って。もうね、全く気配ないんだよね。よしさん。全部は豆で麺やパンを作っているとのことだったので、そうそうそう。全部を購入しようと、コンビニやスーパーを探すけど見つからず、そうだね。ネット販売だけだと今日知って、そっか。お試し版を今日頼みました。ああ、そうなんだ。ね、びっくりするんだよね。もう本当なんだろう、小麦製品とね、全然遜色ないっていうの。普通に、美味しく食べれるのがね、不思議な感じなんだよね。お気に入りさん、備蓄パンはアルコールの風味がしますね。そう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 。ね、なんか匂いがすごくって、だからこれ味が濃いものと一緒に食べないと、ちょっとまともには食べれないよなっていう感じなんで、なんか妙なね、匂いがして、あれがダメなんだよね。ねえ、みやびさん、こんばんは、ボンソワ。そういえば、この前の麺はどうでしたか？まずかったら他の人にあげてください。ああ、まだ食べてない。もったいないと思って。もったいないと思ってね、取ってあるよ。備蓄用にと思ってな。まあ、あれはおそらく美味しいだろうと思ってっからさ、あの、お試しで私はパスタを注文したことがあって、でね、美味しかったなって記憶してるんで、だからこれも絶対美味しいやつだと思ってね、もったいないから取っとこうと思ってね、取ってあるんで、まだ食べてないな。じゃあそうだな、1食ぐらい試しにね、食べてみたらいいかもな。そう、今あれだ、缶詰生活してるから、なかなかね、他のものを食べるっていう機会がないわけよ。パンだとおやつだけどね、麺だとご飯になっちゃうからさ、ご飯だと今ね、缶詰食べないと魚の缶詰食べないといけないんでね、なかなか他のものをね、食べれないで今ね、来月になるかもしれないな。ヨッシーさんじゃない、お気に入りさん、ヨッシーさん、お試し版があるのですね。そう、パスタだけじゃないのかな、今ね、いろんな種類あるから。最初私がその注文した時は、パスタだったんだよ。お気に入りさん、みやびさん、こんばんはね。で、今日はあったかかったのかもしれないんだけどさ、もう朝寒くてな、もう寒くて起きれないからさ、もうホットカーペットつけっぱなしだよね。で、なんかね、昼間はもしかしたら今日あったかいかなとも思ったんだけど、なんか時々寒いなって思うんでね。だからもう寒い思いするならいいやと思ってね、ずっと今日はホットカーペットずーっとつけっぱなしで、今でもつけっぱなしで、ちょっと暑いけどね、たまちゃんが膝の上に乗ってっからあったかいんでさ、ちょっとあったかいんだけど、みたいな感じだな。ぴょんさん、冬の備蓄は防寒対策大変ね。というか、今、寒いのか暑いのかわかりません。はい。気がついたら暖房つけてるのに、扇風機回ってるわ。そうなんだ。いいね。いいね。贅沢だね。みやびさん、皆さん、こんばんは。パスタを食べたことがあるなら問題なさそうですね。そうそうそう。まずかったのではないかと思っていたので安心しました。あ、そうだったんだ。じゃあね、もうすぐほら、11月終わっからさ、あと1週間だよ。今見てびっくりした。あと1週間だ、今月ね。あ、来月うち当番だ。また当番かな。めんどくさい。めんどくさいっすけど、前よりはまあ、多少マシになったのかな。なんだ、地主さんっていうの？地主さんになんか、土地代かなんかを納めなきゃいけないんだけど、
で、それがね、月末にいろんな振り込みとかとまとめてとかだったらさ、全然楽なんだけど、そうじゃなくて、なんか月始めにその地主さんに、払い込みをしなきゃいけなかったわけよ。だけど、その地主さんがね、全然だって払い込んだことがないわけでもないし、ね、遅れたことがあるわけでもないのにね、なんかずっとね、家の前で張ってて、振り込んでくれるっていうのは、ストーカーのように、付きまとわれるんですよ。そういう行事がね、当番になるとあって、で、うちは、なんだ、年末だったっけ来月じゃない、今月じゃなくて1月だったかな。なんかいつも年始に、だからまだ正月で銀行やってないのに、電話がかかってくるわけよね。もうそういうのがうざいっていうのが、今なくなったんだよね。なんかさすがに高齢になったので、ちょっとあれなんでっていうので、他の業者が、入って、そこに振り込んでくれみたいなことになったんで、だから振り込み代がいちいちね、かかるわけよね。月550円。振り込み代高っっていう感じなんだけど。ね、余分に月々かかるようにはなっちゃったんだけど、まあ、そのストーカーに付きまとわれるっていうことはなくなったんでね。まあ、多少マシなんだけど、その代わりね、下の駐車場からね、水が出なくなっちゃって、で、マンションのね、お掃除を、まあ、業者っていうかおばちゃんが来るんだけどさ、頼んでるんだけどさ。でね、その掃除に使う水は、下の駐車場の水をね、ずっとね、使ってたのに、去年だったっけ、一昨年だったっけ、なんかね、水道のいろいろね、不具合があって、その時にね、水が出なくなっちゃったんだよね。で、掃除ができないで、その地主さんがさ、ケチでさ、修理してくれないっていうわけよ。もう、駐車場の水は、いいですね、みたいな感じでさ、もうさ、いいですね、じゃねえよ、みたいな感じな。もうそうやってしっかりね、催促するだけしてね、修理はしてくれないっていう感じだからさ。だから当番の人がね、その掃除の人の水をさ、用意しなきゃいけないわけよ。で、それがね、朝早くに来るからさ、もう大変なわけ。で、ほら、冬とかさ、暗いし、寒いしさ、で、重いしさ、みたいな感じでね、大変なんだよね。それがちょっとね、また面倒な仕事が増えたな、みたいな感じね。減ったんだか増えたんだかわかんないけど、まあ、当番ってなると、あれが、みたいな、あれが、みたいな感じなんだよね。えーっと、ね、気にさ、朝夕の気温差が大きくてほんと、服装に困りますね。ね、朝がだからさ、着替えられないわけよ。寒くてな。着替えらんないんでさ、もうね、困るよな。よっしーさん、はい、お試し版は、麺とパンとその他の商品が一通り入って、おー、いいね。1000円です。あ、今そうなったんだね。ただし、継続定期購入となります。そうそうそう、そうなの、そうなの。お試し版で美味しければ、あと1回は、継続購入しようと思います。そうなの、私もで、その時はそんなに種類なくて、パスタしかなかったんで、パスタが、3食分で1000円とかだったかな。で、なんだっけ、継続、定期購入な。で、その時にお断り、しないで、忘れてたら、また次のが届いて、で、請求されたのかな、お金をな、まともにな。で、高ってなって。美味しいから、美味しいから言っちゃいいんだけど、高っと思ってね。いや、これちょっと無理と思ってね、すいませんって言ってね、電話して、お断りしたよ、みたいな感じだったよ。
ね、今は普通に買えるみたいだからね、アマゾンでね。だから、ね、パンが食べれてよかったよけどね。お気に入りさん、ヨッシーさん、情報ありがとうございますね。ヨッシーさん、現在のところ豆を原料として麺やパンに加工できるのは全部だけのようです。あ、そうなんだね。日清、ペヤング、三宝は何やってるんだ。やらないでしょ、そういうところはな。いろいろとね、もう昔からのところっていうのはしがらみがあるからできないでしょうね。みやびさん、僕は10年ぐらい、重心、SBI ネット銀行を使っていますが、条件なしで ATM 利用手数料、他行振込手数料が、各5回無料ですよ。ああ、そうなのね。みやびさん、定期購入は解約が面倒ですよね。そう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 。ウェブで解約できればいいのですが、そうなんだよ。電話はしたくないです。そう、私も電話苦手なんだよね。電話苦手なんで、電話しなきゃいけない作業は、まあ、後回しになっちゃうわけよね、ついね。ピヨンさん、どんな業種でも、切符がいいおばちゃんが担当だと、心強いよね。そうだよね。そういうおばちゃんが、ね、お店の人って、最近そういうお店ないよね。だいたい、なんか、新しい、お店っていうのかな、若い人が、なんか頑張ってやってるみたいなお店とかで、ね、なんかおばちゃんがやってるお店っていうのは最近はもうない気がするね。だからなんだろう、高齢化しちゃってるか、ね、で、若い人が新規で参入してるかみたいな。なんかどっちかで、ね、元気なおばちゃんがやってるお店って、なんか思い当たらないな。なんか、ない気がするな、この辺だとな。で、まあ、ね、そう、誤解手数料無料なんだな。了解でございます。ただまあ、なんだ、めんどくさいから、めんどくさいから、なんだっけ、農協がうちのそばなわけよね。いつも行ってる農協な。だからそこで、振り込みを済ますっていう感じなんだよね。えーっと、心強いよね。で、あとは、そう、今日見てた YouTube の話。話全然違うからな。吉井さん、宮城さん、住友か。住友 SBI ネット銀行は、他行宛て手数料5回無料は、毎月5回まで無料ということでしょうか？ねえ、なかなか楽天でも月1回とか2回だったかな。で、条件付きなんで、条件満たしてないとね、なんだ、ダメとかあるんでね、なんかもうね、不便な銀行は不便だなって感じになってきたけどね、確かに、SBI 証券はね、手数料が、最安値だったから、手数料関係は結構良かったんじゃないかと思うよな。お気に入りさん。よく行くコンビニのおばちゃんジュースや期限切れのどら焼きをくれます。へえ、コンビニでくれるんだね。そりゃあすげえな。そう、うちのばあちゃんもね、なんかすごいいろんな人に、物をね、もらう人だったらしいんだよね。で、みんなね、それを見てなんかびっくりして、で、コンビニに行って、でね、やっぱりコンビニの人になんかね、もらったんだって。で、コンビニなんかほら、なんだ、最近はまあね、弁当割引とかやったりとかもするけどさ、昔はそういうね、サービスって全然なかったから、
そんな時代にね、コンビニで物もらうってどういうことってみんなすげえね、びっくりしてたんだよね。ねえ、コンビニで物もらうってなかなかないもんね。へえ。みやびさん、はい。毎月5回まで無料ですよ。条件なしですね。そういうとこもあんだね。ちゃんと探さないとな。みやびさん、定期購入は初回が安いので、それをメルカリで転売して、解約する人がいますね。あー、なるほどね。確かにね、そういうのはあるよな。みやびさん、住信です。住信っていうのは知らなかったな。住信 SBI ネット銀行。へえ。吉井さん。住友 SBI、サービス良いですね。住信ですね。すいません。みやびさん、おすすめですよ。10年以上メインで使ってます。最高です。へえ、そうなんだね。全然知らなかった。情報ありがとうございます。ね、そういうところからだよね。ちゃんとね、やっていかないとな。で、あとは、住信お得なサービス情報。なんかあったかな。お得なサービス情報。わからない。特にないな。特に私からはおすすめのサービス情報はないけど、まあ、ポイ活みたいなもんでね。昔はさ、なんだ、検証生活っていうのかな。ヤフーで検証の、なんだろう、コーナーっていうのかな、があったんだよね。で、そこ見て応募できるやつは、片っ端から応募して、だからね、毎朝一仕事だったよね。朝起きて、でね、ネットの、なんだっけ、検証で応募できるところ、片っ端から応募して、午前中いっぱいみたいな感じの、生活をね、ずっとしばらくしてたよねって感じ。まあ、それでいくと結構ね、検証に応募するのもなかなか大変なんだけど、あの、私がまあその中で結構楽に稼げるな、みたいな、ポイ活っていうのかなは、まあ証券会社だったかなかなんかの、アンケートサイトみたいのがあって、で、それのアンケートをね、答えるのが、まあ楽なわけよね。で、その割にはポイントを、まあ、ちゃんともらえるっていうのかな。すぐ溜まって、で、すぐ交換できるみたいな感じなんでね。まあ、それが、強いて言うなら強いて言うなら、おすすめかなみたいな感じかな。ーっと、みやびさん、お得な情報なんていくらでもありますよ。さすがだ。さすがプロは違うぜ。スピードが大事なこともあるので、そうそうそう、それなんだよね。何か連絡方法があればいいのですが、おー、なるほど。みやびさん、今日は追加でクレカ3つ作って、ポイントたくさんもらいました。へえ、そうなんだ。ねえ、そうやって私はクレカ作ってな、au で不正利用されるっていうのがあってからね、もう嫌になっちゃってね、クレカ作るのはもう嫌だな、みたいな感じになっちゃったけど、確かにな、クレカ作るとな、ポイントをがっつりもらえるからな。ただまあね、もう、クレカだらけになって、で、あんまりたくさんになるとさ、今度は作れなくなるみたいなんでさ、ね、使わないのは1年ぐらい経ってから、また解約ね、電話しなきゃな、みたいな。それがめんどくさいわけよ。それがめんどくさくて、もうクレカはいいかな、みたいにね、なってたよ。宮城さん、他の人もいるので、あんまりここでそういう話はしない方が
いいのかなと思ってますね。なんか、わかんないね。微妙だよね。好きな人が集まってればね、いいんだけどね。どうなんだろうっていうところがあるよね。ね、よしーさん、みやびさん、作ったクレカはすぐ解約されるのですかね。そうそうそう。ね、クレカそんだけさ、しょっちゅうたくさん作ってる人って、すぐ解約すんのかなと思ってね。それはそれでなんだかね、ブラックリストに載っちゃいそうな気もするんで、ね、作って1年以上経ったら、なんか解約しようかなっていう感じで、ね、どうしても、生活に困った時はどうしても生活に困った時はそういうポイ活でね、なんとかしのいだりっていうこともね、まあ、ありますよねっていう感じ。と、宮城さん、短期解約はしません。あ、そうなんだね。じゃあもう作ったら作りっぱなしでずっと持ってたりとかすんのかな。なんか言ったよ。前に見た時、やっぱりクレカをね、作って、そんなに作れるもんなの？そんなに世の中にクレカってあるもんなの？っていうぐらいさ。まあ、本当にね、ありとあらゆるクレカをね、作って作りっぱなしで持ってるっていう人がいたんで、へえと思って、管理とかどうされるんですかみたいな、なんかね、質問してるような、なんか番組を見たんだよね。で、なんかね、持ってるだけでお得なカードがあるんで、まあそういう、だからほとんど、まあ持ちっぱなしが、まあ多いんだけど、まあ時々一応整理はするとかって言ってたかな。なんか全然使わないやつは、まあ解約することもあるけど、でもまあほとんど持ちっぱなしだみたいな感じでさ、すっごいんだよね。で、まあ持ってるだけでお得なカードもあるので、なんて言って、そんなのあるんですかっていうのでね、まあ私も、いや、あるんだろうけど、あんまり知らないなと思ってさ、いいな、そういう情報を知ってて、いいななんて思って見てたけどね。まあでも確かになんだっけ、ワタミのカードな。ワタミのカードはただ本当に持ってるだけだけどさ、1年に1回、2500円分のお食事券が送られてくるからな。まあそう考えれば持ってるだけでお得なカード、私が持ってる中で持ってるだけでお得なカードは、まあワタミのカードなのかなっていう感じだけどね。だからまあワタミもそんなね、もう食べないからね。まあメルカリで売っちゃいましたけど。今年のはメルカリで売っちゃいましたけど、っていう感じだったね。と、吉さみやびさん読んだんだね。ビヨンさん、私のペイペイ銀行キャッシュカードは、未だにジャパンネット銀行表記です。ああ、そっか、ジャパンネット銀行がペイペイ銀行だったんだっけ？そう、昔は、ジャパンネット銀行、はさ、手数料なんか口座維持費とかってさ、なんかかかったじゃん？なんか月々100円かなんかかかったよね。何それ、1年間に1200円かかるのと思って、そんなん口座作るわけないやん、みたいな感じでさ。わけないやんっていう感じだったんだけど、なんかね、ジャパン、そのネット銀行に口座を作んなきゃいけないことがあったんだよな、確か。それで、しぶしぶ作ったんだけど、やっぱりね、口座維持費がかかるんで、なんか即解約したかったんだけど、解約の仕方がまあわかんなかったんだったっけな。でね、なんかね、嫌な思いしたんで、もう絶対ジャパンネット銀行はね、口座作んねえわと思ってたんだけど、なんかいつの間にかそのペイペイ銀行はな、なんか口座できてんじゃん。
よくわかんないうちにさ、よくわかんないうちにペイペイ銀行の口座はできてたと思うんだけど、それがそうだったんだ。じゃあ今はそのジャパンネット銀行は口座維持費はかからないってことだね。あとはね、青空銀行青空銀行が昔は持ってるだけで、お得な銀行口座だったかな。なんかそうだった気がするんだけど、それがなくなって、で、解約しようと思ったんだけど、なかなか解約するのが、大変だったんだよね。で、もう嫌になっちゃったんで、二度と作んねえぞみたいな感じで、あと失礼しちゃうわねっていうので、絶対作んねえって思ったのが、どこ銀行だったっけ？どこ銀行だったっけ忘れちゃったけど、なんかね、銀行の口座作るのによ、別にほら、クレジットカード作るんだったら、まあ話はわかるけどさ、審査があるっていうのはさ、なんかただ普通に銀行の口座作るだけなのになんか審査があって、まあそうは言っても銀行の口座だから別にね、って思ったわけよ。ね、そしたらさ、お断りされて、要は、年収が低いからっていう理由で、まあ、理由は言わないんだけどね、まあ、それしか思いつかないんでさ、なんかお断りされて、口座作れなかったことがあったんだよね。で、失礼しちゃうわ、と思ってさ、ただの、ね、銀行の口座なのによ、お断りされることなんてあるんだと思って、もうなんかもう絶対嫌だと思って。もういつか金持ちになったところで絶対そこには口座作んねえってね、固く誓ったな、みたいな、ところもありましたね。何の話だろうね。この話全然面白くないよね。どうしたらいいんだろうな。話が広がらないな。困ったな。あとは、じゃあ、もう今日はね、娘が、ベランダで寝てるのをね、見て見ぬふりしたっていう動画、見たって話する。それは、それがね、泣きそう。だから私は娘が死ぬのを見て見ぬふりしましたっていうやつで、だけどそれを読んでる人たちからは、大絶賛みたいな動画だったんだよね。で、それなんだろう、どういうことだろうと思って、それが気になって、見ちゃったわけよ。えーっと、みやびさん、銀行の口座開設は最近厳しいですよ。あ、最近はそうだね。使用目的を明確にしないと断られますね。だから今もう別に銀行の口座は作んなくていいかなってさ、思うんだよね。ペイペイとかあるし、そういうね、バーコード決済っていうんだっけ？そういうのでいいんじゃないかなと思って。ね、なんか振込手数料だとかさ、なんか両替するのに、手数料かかったりとか、もう全然いらねえよって感じじゃんか。で、しかもほら、銀行に口座とか作るとさ、なんかね、マイナンバーみたいにさ、個人情報っていうのか、そういうの握られんじゃんみたいなね。まあ、ペイペイとかそういうのでも握られるのかもしんないけどさ、口座なんか作ったらさ、口座凍結とかさ、もう簡単にするんだから国はさっていうね、感じ。だから口座は別に今ね、いらねえかなって思うけどね。お気に入りさん、解約がややこしくない方がありがたいですね。そう、わざわざね。なんかわかりづらくしてんだよね、解約ってね。ピヨンさん、話が広がらないかわかりませんが、えっと、僭越かな僭越ながら、おまかせ三本串って言われたら、出てきてほしいメニューなに？
私は豚バラ、砂肝、トマトベーコン巻き。まかせ三本串は、あれだね、酒飲む人にね、質問。よしさん。私は豚バラ、鶏皮、ネギマかな。あ、焼き鳥の話だったのか。焼き鳥で、ね、みんなつくね好きよね。みんなつくね好きだなって思うけど、私つくね別に好きじゃないんだよね。焼き鳥だったら普通に、レバーが好きだね、私はね。レバーと、あと鶏皮も好きかな。そんくらいかね。えーっと、みやびさん、ネギマだけでいいです。あ、ネギマ好きな人も多いよね。だからなんだ、つくねとかネギマが人気あるけど、だから、ほんとね、私他の人と味覚違うんだろうなってつくづく思うよな。砂肝かな砂肝、レバー、鶏皮っていう感じかな。お気に入りさん、はい、つくね、軟骨、頭です。あ、頭って聞くけど、頭って頭っていうわけではないんだよね。なんで、頭っていうのかな頭なのかな。そういえばまた鳥さんが鳥インフルエンザ流行ってて、殺処分されてるんだって。でね、なんか尋常じゃない数殺処分されてるらしいから、卵の値段がまたね、上がるよっていう話らしいよな。と、みやびさん、あとはお茶漬けがあればいいです。あ、お茶漬け好きなんだ。みやびさん、お茶漬け好きなんだな。よっしーさん、お茶漬け良いですね。ね、そうだよね。私も子供の時、お茶漬けって言ってもあれね、長谷園のお茶漬けの素で食べるお茶漬けな。あれが好きだったよな。そう、あれでお餅を食べるのが好きだった、私は。よくだからそれで餅を食べてたね。なんか、時々それで無性に食べたくなる時があって、大人になってもね、そのお茶漬けの素で餅食べることあったな。すっかり忘れてたけどね、今ね。えーっと、お気に入りさん、今日鶏皮を食べました。カリカリでジューシーでしたね。鶏皮うまいよね。なんか鶏の皮好きじゃない人が多いんだけどさ。いいんだけどな。私は鶏皮が好きなんだよね。みやびさん、自宅で美味しいお茶漬けを作るのは相当難しいのではないでしょうかね。なんかほら、テレビの CM ではないのかななんかで、ご飯にお茶をかけて、CM だと思うけどな。ご飯にお茶をかけて、で、なんかね、囲んで食べて、ああ、うめえとかってやってんのを見て、あ、お茶漬けって本当にお茶をかけるんだと思ってびっくりしたんだよね、それ見たとき。いや、でも、お茶ご飯にかけて、でも美味しそうに食べてるから、美味しいのかなと思ってさ。で、一回それでやったと思うんだよね、多分ね。で、案の定、案の定なんか美味しくなくってね、あれなんであんな美味しそうに食べてたのかなっていうのが、まあ不思議だったよなって思うんだけど、まあ今思えばね、そうだよね。だって旨味の調味料が入ってないもんねって思って。ね、ご飯にお茶かけただけじゃ別に美味しくはないよねっていうね、感じだよね。だからまあ、それで行くなら旨味のもの、鮭とか乗せたりとかすればうまいかもしれないよな。吉井さん。お気に入りさん、カリカリジューシーな鶏ってどこで売ってるのですか？あ、確かにね、鶏皮って、ムニムニしちゃうみたいな感じかな。なんかカリカリにしても、そんなね、言うほどカリカリではないよっていう感じだったりするもんね。
チャムリーさん、私は未だにクレジットカードの審査に落ちてます。ああ、そうなんだね。昨日も審査落ちの連絡が来ました。ああ、そうなんだ。あれじゃないの？社会人じゃないっていうか、自営業なんじゃないの？職業を自営業にしてるとクレジットカードなかなか作れないよな。私、主婦にしてたから、だからもうそのまんま、主婦で通るときにね、クレジットカードをね、ガンガン作ってましたっていう感じかな。主婦だと作れるんでね。お気に入りさん、ヨッシーさん、たまたま、ベルク、埼玉にありました。みやびさん、同じ経験あります。お茶をご飯にかけても美味しいお茶漬けになりません。そうそうそう。そう、だからテレビの影響で、テレビで見てて、ね、なんかすげえ美味しそうにね、食べてっから、美味しいんだと思って、お茶漬けって本当にお茶かけるんだ、知らんかったと思ってさ、やったんだよね。もう案の定だったよね。だからもうせめて塩味にするとかね。旨味とあとは塩味が必要だよな。C さん、お気に入りさん、情報ありがとうございました。ね。だからあれか、塩昆布かな。塩昆布かけて、で、お茶をかければ、お茶漬けっぽい感じにはなるんじゃないかと思うよね。あとはあれでね、本だし。本だしがあれば、本だしとね、お茶かければお茶漬けになると思うけどな。ビヨンさん。ご飯にかけたいのは出汁だわね、そうね。出汁かけりゃそりゃ間違いないよな。だからお茶漬けを家で美味しく作る方法を今考えてたわけよ。宮城さん、出汁ですよね。間違いないです。そうそう。出汁かけりゃそりゃ間違いないよ。でもそりゃお茶漬けとは言わないよね。お気に入りさん、宮城さん、オーストラリアでお茶漬けを注文したら、ご飯にお茶がかかって出てきました。本当にやっぱりそうなんだ。オーストラリアにお茶漬けがあったところがすごいけどね。へえ、あるんだと思ったけどね。本当にお茶かけてやっぱそうなんだな。だからそういうことだよね。本当はそうなんだろうね。そうやって食べたもんなんだけど、長谷園でな、美味しいお茶漬けつってね、商品化して、で、ヒットしたよって、そういうことなんだろうな。はい。というわけで、本日も竹縄でございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。ヨッシーさん、オーストラリアではお茶漬け注文とは、それはなかなかね、すごいよね。すごいよね。あったんだって感じよね。宮城さん、よかったね。よかったよね。たまちゃんね、ずっといたね、今日。たまちゃん今日ずっといて。よッしーさん、お得な情報をもらってね、よかったよね。持つべきものはね、皆様のコメントでございますよ。今後ともお付き合いありがとうございます。よろしくお願いします。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。
ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。